皆様こんにちは。いかがお過ごしですか？南インドの空の下からユウです。今回は突然ですがナレーションでお送りしたいと思います。今回のビデオは私が普段インドでどんなものを食べているかということをご紹介したいと思うんですが、今までのような字幕ですと、なかなか文字数が限られますので、お話ししたいことが全部お伝えできないので、ナレーションにトライしてみます。よろしくお願いします。私がインドに住んでいて、よく聞かれる質問にですね、毎日カレーを食べているの？というのをよく聞かれるんですね。それでインド人の方々からは、毎日どんな料理をしているの？という質問がよく聞かれるんです。なので私と、私の主人ですね、パートナー、私の相方と呼んでるんですが、何を食べているかというものをご紹介しようと思います。特に特別なものを食べてるわけじゃないんですけれども、ご興味がある方はご覧になってください。話は変わりますが、今ご覧いただいている風景は、ここの町ポンディチェリのホワイトタウンというエリアですね。一番最初の私のビデオでポンディチェリのことを軽く説明したビデオがあるんですが、そこでもご説明した、海沿いの、フランス領事館やフランス学校、またはアシュラムなどがある、ちょっと観光に来る方が訪れるエリアですね。リスが声がちょっとうるさいかもしれないですね。リスに毎朝果物の皮とかをあげているので、リスが周りに窓の外によくいて、ちょっと時々うるさいです。こちらのお宅は特にブーゲンビリアが見事に咲き誇っている玄関先ですね。このグレーと白の建物の色からしてですね、アシュラムの、何かの施設だと思いますね。ポンディチェリという町をですね、有名にしていることの一つには、このアシュラムの存在があって、このお話はまたすると長くなるので、またいつかいろいろご紹介したいと思います。はい、ちょっと前置きが長くなりましたが、食事のことに戻りたいと思います。最近私の相方が朝ビーチにウォーキングをしに行ってるんですけれども、この間の土曜日に、ウォーキングの帰りに美味しいものを買ってきてちょうだいと私がリクエストをしまして、相方が買ってきてくれたのがこれですね。中はですね、どんな美味しいものかと言いますと、クロワッサンとエスカルゴという、クロワッサンの生地にぐるぐる巻いてレーズンやカスタードクリームなどを巻いてあるものです。これは、このポンディチェリの町にあるベイカーストリートというですね、フランス仕込みのバゲットやクロワッサンなどを売っているパン屋さんがあるんですけれども、そこから買ってきてもらったものです。インドの物価からしてみるとちょっと、お値段が張りますが、お味は本当にフランスのパン屋さんにも引けを取らないぐらいクオリティがありますね。なので時々はご褒美な感じで幸せな朝食タイムをしますね。これをちょっと温めている間にフルーツとヨーグルトを準備します。この日のフルーツはオレンジと、もう一つこれちょっとオレンジにも見えますけれども、これはグアバです。皆さんグアバというのは名前はご存知だと思いますが、日本にいるとなかなかあんまり食べる機会はないと思うんですが、こういうインドとか南国ではポピュラーなフルーツですね。熟す前は青リンゴのような緑ですけれども、熟すとだんだんこのように黄色くなってきて、柔らかくなって切るのも簡単になってきますね。中はですね、種があるんですが、種がですね、このように小さい硬い種がたくさん入っているという感じ。種ごとむしゃむしゃガリガリむしゃむしゃと食べる人もいますが、私はちょっとこの種が苦手なので、種の部分を除いた果肉の部分だけカットして食べます。
お味の方はですね、あまりお味がないっていうのがちょっと正直な感想で、美味しいグアバに当たれば甘みと酸味とあって美味しいと思うんですが、そんなに強いお味はないですね。でも多分皆さんがグアバ味として思い浮かぶちょっとガムのような風味ですね、香りというか風味は楽しめますね。でもビタミン C が豊富ということで、時々買って食べますね。食感としてはそうですね、リンゴの、シャリシャリ感をなくしてちょっと柿のようなねっとり感も加えた感じでも甘さも酸味も抑えているという感じですね。はい、そして甘みなんですけれども、こちらインドでは私は蜂蜜やお砂糖やジャムなどの代わりに、このデーツ、ナツメヤシですね、デーツのシロップを入れます。これは鉄分が豊富と言われていますので、鉄分強化のためにこのようにしています。はい、これがある日の土曜日のちょっとご褒美朝食ですね。たっぷりのカフェオレとともにいただきます。ちなみにヨーグルトはですね、このようにね、袋に入っているものが多いですね。インドは乳製品が豊富なので、ヨーグルトもお安く美味しいものがありますね。いろいろなブランドもあります。ミルクもこちらのようにビニール袋にパックされて売っていることが多いですね。最近私はこの 6% の濃い、ミルクが気に入って、カフェオレに入れて飲んでいます。こちらの一般のご家庭では、まだこういう市販のミルクを買うのではなくて、牛を飼ってらっしゃる近隣の農家さんが朝ミルクを絞って、そして自転車でそのミルクを入れた缶を持って決まったご家庭に朝届けに来てくれるというものを利用されているご家庭も多いですね。またある日はこのパンを食べないときはムスリを入れたりすることもあります。これはたまに買うムスリですね。これはアマランサスが入っているムスリですね。アマランサスというのは、雑穀の一種で日本にはあまり入ってきていないようですけれども、なんか赤い色の、小さいつぶつぶの雑穀で、ミネラルが豊富のようですね。それが混ざっているムスリです。原材料はですね、このようになってますね。普通の小麦のフレークスも入っていますね。でもコーンのフレークスは混ざってないようです。あとはミレットというのも雑穀のヒエやアワのようなものですね。それも混ざってますね。これもインドの特徴の一つで、インドはベジタリアンの習慣もかなりあって、あとはアーユルベーダとかの伝統もありますね。それでこの昨今のヘルシーブームに伴って、昔は食べていたヒエやアワやこのアマランサスのような雑穀がちょっとリバイバルになってきていますね。それなのでこういうムスリとかいろいろなものに皆さん積極的に割と雑穀を取り入れているようですね。これがそのムスリだけの状態のものです。多分この白い小さいつぶつぶがそのアマランサスを加熱して食べやすい状態になっているものだと思います。これはムスリを食べる時のある日の朝食ですね。この写真はちょっと前になりますので、マンゴーがシーズンでした。なのでこのフレッシュマンゴーが入ってます。インドのバナナは種類もいろいろバリエーションがあってとても美味しいですね。甘みだけじゃなくてちょっと酸味もあったりとかして、ムスリとヨーグルト、フルーツ、そしてトッピングみたいな感じで、パンプキンシードですね、かぼちゃの種やひまわりの種、そしてこの日はドライフルーツでレーズンとかドライクランベリーなども入れました。そしてこれがですね、このゼリーのように見える
これなんですけども、これは何かと言いますと、アロエの果肉です。ベランダで育てているアロエベラですね。それの皮の部分は苦いので、中の果肉だけを取り出してカットしたものですね。これは腸活ですね。腸のために食べますね。これを食べるととてもお通じも良くなって快腸になります。たまに自分でパンも焼きます。自分で焼くのは干しぶどうから天然酵母を起こして、その天然酵母を使った自家製のパンですね。時々成功したり失敗したりするんですが、これはちょっと成功した方のパンですね。小麦粉は全粒粉、あんまり精白された薄力粉はちょっと控えたいと思うので、かといって薄力粉が全然ないとパンが膨らまないので、薄力粉と全粒粉と半々ぐらいで、時々はその先ほどの雑穀の粉になっているものなども売られているので、そういうものを混ぜたりもします。今ご紹介したのは洋風朝食だったんですが、ではインドの人たちは朝ごはんにどんなものを食べているか。インドの人たちと一口に言ってもですね、インドはとても大きくていろいろな文化がある国ですので、私のいる南インドの特にタミルナド州の人たちは朝食にどんなものを食べているのかというのをお話ししたいと思います。これはですね、ドーサというもので、南インドの朝食としてとても一般的なものですね。こういうローカルな感じの南インド式の朝食も時々私たちも食べます。このドーサというのはインドがお好きな方とか、南インドに来られた方とかは、マサラドーサというのがとても有名なメニューで食べたことのある方もいらっしゃるかと思いますが、この生地がですね、お米とウダルダールというお豆の粉を混ぜて石臼のようなものでですね、ゴリ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 と長時間すってですね、それを常温で一晩ぐらい置いておきまして、発酵させたものがこのドーサの生地です。この生地を使ってこれを焼くとドーサという名前で、これを蒸すとイドゥリという名前の食べ物になります。このような生地は家庭で作るか、またはできたものを買うこともできますね。家庭で作るのにはこの特別な、電動石臼のような特別な機械が必要なので、私たちはですね、生地ができたものを買ってくるか、または相方のお母さんが作ってくれるものをいただいてきて、うちで焼いたり蒸したりして食べたりします。焼いている時の状態をちょっとお見せしますね。うちで焼く時はこのフライパンをですね、鉄のフライパンをよく熱してですね、この生地を入れます。これ作っているのが相方で、やっぱりインド料理は相方に任せた方が上手に作れるので、やってもらってますね。まん丸にね、よく伸ばしてますよね。そしてちょっとオイルを垂らして、でこうブツブツと穴が開いてくると、パンケーキのようにね、穴が開いてくると待って、そして裏返しますね。レストランなどで食べるものは油ももう少し多めに使ってカリッと薄く大きく焼いて、その中にじゃがいもカレーみたいなものを詰めるというか、中に挟んで、提供されたりするのが、マサラドーサというので、家庭ではだいたいこのようにパンケーキみたいにちょっと厚めにして焼くことが多いです。そしてこれに食べるときはチャツネと呼ばれるディップソースのようなものが、トマトベースで作られたり、ココナッツベースで作られたり、いろいろ種類があるんですが、それをつけたり、あとはこちらの写真のようなサンバルという野菜のカレーソースみたいなものをつけて食べたりします。これはですね、その動作の、ちょっとバリエーションといいますか、名前はアッパム
というんですが、このおせんべいのように見えるものですね。これはドーサの生地にココナッツミルクを混ぜたものですね。なのでちょっとココナッツミルクの甘さと風味がするもので、これはこのようにちょっとお椀型のように焼かれます。アッパムはこのタミルナドゥ州というよりも隣のケララ州でよく食べられているようです。そしてこのアッパムは食べるときはこちらの写真のように野菜のマイルドなココナッツカレーですねをつけて食べたり、あとはココナッツミルクをお砂糖を混ぜて甘くしたものをつけて食べることも多いようです。さてランチに、行きますね。これはある日のランチの写真です。これはちょっと何料理というかフュージョンという感じなんですが、我が家では、チャパティロールという感じで呼んでますが、まずこのメインの具は今回これを試してみました。これはですね、この南インドのタミルナドゥのスナックとかご飯のお供とかそういう感じで食べられるマサラバダイという食べ物で、今日はまた工事も始まったのでちょっとうるさいかもしれませんが、お聞き苦しかったらごめんなさい。はい、マサラバダイはですね、この黄色い、今黄色くちょっと見えているこのお豆を水に浸して、潰したものとコリアンダーなどの生のハーブや玉ねぎ、あとはスパイスも入れてお団子状にちょっと丸めて揚げてある食べ物ですね。これはちょっと中東の方のファラフェルという食べ物に似ていると思いまして、それはひよこ豆で作られるんですけれども、これでファラフェルのようにチャパティと他の野菜と一緒に巻いて食べたら美味しいのではないかなと思いつきまして、それをやってみた時のランチの様子ですね。何を巻くかというと、この先ほどのマサラバダイの他にですね、この赤いこのピンクの、ペーストはですね、フムスなんですが、フムスは皆さんご存知でしょうか。元は中東の方の食べ物で、ひよこ豆のペーストですね。ひよこ豆を茹でたものにオリーブオイルやヨーグルトやガーリックなどを入れてペースト状にしたものですね。それのアレンジバージョンで、それにですね、ビーツの野菜も一緒にペーストにしたものです。ビーツは最近日本でも買えるのかな。この赤かぶのようなものですね。これも食べる血液と呼ばれるぐらいのとても鉄分が豊富な食材ですので、そして色も綺麗だなと思ってこのフムスと混ぜてビーツフムスにしたものです。そしてですね、このベースはチャパティですね。チャパティ、これかなり丸く作れてないですね。これはインドの厳しいお姑さんから言わせれば嫁落第みたいな感じのいびつな形のチャパティになってますけれども、これのチャパティにビーツのフムスを塗って、それからですね、この今緑にちょっと見えてるのはグリーンチリですね。青唐辛子をこのようにカットしてお酢につけてあるピクルスみたいなのを普段常備してるんですね。よく、タイ料理やベトナム料理も作るので、その時にフライドライスやフライドヌードルに食べる時にかけて味の変化を楽しんだりするものなんですけど、その、グリーンチリのピクルスですね、ビネガーにつけたピクルスをこれにちょっと入れてみたらアクセントになるかなと思ってこれも散らしてみました。で、サラダ、はですね、このキャロットラペサラダです。これはちょっとフランスっぽいかな。人参をですね、チーズおろしのようなこのように細かい千切りみたいにしてすれるすりおろし器みたいなのがあるんですけど、それでおろして玉ねぎとオリーブオイルのドレッシングであえたもの、それにここもパンプキンと、ひまわりの種をちょっと散らしています。キャロットサラダとその上に先ほどのマサラバダイを
乗せて巻いて食べるというのをやってみました。これ結構個人的ヒットで、このマサラバダイはこちらの街角でスナックとして手軽に買うことができますね。なので簡単です。はい、それである日はミールスですね。ミールスというのは南インド式、カレー定食のようなものですが、それをテイクアウトして食べたりすることがあります。これはエンドナドゥというお隣のケララ州の料理を提供するレストランです。ここのミールスは結構美味しいので最近気に入って、たまにテイクアウトをします。このレストランは建物がですね、タミルナドゥの伝統的なお家民家ですねを改装してレストランにしたところで、ちょっとこのドアの感じとか窓の感じとか可愛らしい感じになってます。そしてレストランの中にはこの神様コーナーもちゃんとありますね。さてこれがそのテイクアウトをしたミールスセットをお皿に盛り付けた状態のものです。ケララ州のご飯ですね、お米がすごく特徴があって他のインドの地域のお米とはちょっと違うんですね。ご飯がですね丸みを帯びててちょっとこの赤みがかってる感じのご飯がこのケララ州のお米の特徴的なもので、調理の仕方がですね茹でこぼして炊くという感じなので炊き上がりはパラパラした感じで、このパパダムという、お豆の粉と、お米の粉も混ぜてるのかなで、作られたおせんべいのようなもの、これはフィッシュカリーですね。ケララではノンベジタリアンですね。ベジタリアンではない食べ物、チキンだとかビーフだとかお魚の料理がとても有名ですね。なのでここもフィッシュのカレーがついてきます。ココナッツが使われているのもケララ州の料理の特徴ですね。これは、サンバルですね。先ほどドーサの時にはホームメイドのサンバルをお見せしたんですが、これはそのケララスタイルのサンバルですね。タミルナドゥとのここの違いは、野菜が結構大きめにゴロゴロっと入っている感じですね。そしてサブジ、野菜の副菜ですねがいくつか入ってきます。これはサヤエンドウのような平たいお豆のような野菜のポリアルですね。ポリアルというのは、野菜をスパイスちょっと入れて炒めて最後にですねココナッツフレークをあえて炒めてある野菜の料理のことをポリアルと言いますね。これはもう一つの副菜で、これはほうれん草のようなナッパ、ある種のナッパのポリアル。そしてこれはライタと呼ばれるもので、ヨーグルトに何らかの野菜を混ぜてスパイスなども入れて味付けしたものですね。この野菜はキュウリだったと思います。そしてミールスのセットはその他にこの3つがついてきますね。左からラッサム。ラッサムはさらっとしたカレーというか、スープというかソースというか、これはご飯にかけて食べるんですけれども、さらっとしている。そしてタマリンドが効いているのでちょっと酸味のある感じの味付けですね。それと真ん中はバターミルク。ヨーグルトを水で薄めて、スパイスやコリアンダーなどで味付けしたものですね。この2つは、食事の最後の方に、ご飯にかけて食べられることが多いです。そして一番右がパヤッサムというデザートです。パヤッサムというのは、ミルクがゆのようなもので、お米を使ったりビーフンのような麺を使ったりすることもありますが、今日のこれはタピオカが入ってますね。つぶつぶのタピオカが入ってます。これがミールスのセットです。その他にこのケララ州のレストランのお魚料理が美味しいので、この小魚、白魚のような小魚のカレー風味のフライも一緒に買って食べました。この
緑に見えるのはカリーリーフという、これもよく使われるハーブ、風味がついて、そして消化にも良いようです。でこれはまた同じレストランのある日の別のサブジの写真です。右のピンクなのは先ほど私も使っていたビーツ、赤かぶのヨーグルト和えライタですね。そして真ん中はこれはじゃがいもかな、じゃがいものカレー。そして緑のほうれん草かな、ほうれん草かサヤエンドウみたいなものポリエルですね。こう日替わりで変わるので、今日は何のサブジかなという楽しみがありますね。そしてこれはですね、今日のお昼にはこれを作りました。ツナトマトパスタ。これを作った時にですね、ちょっとハプニングがありまして、ソースが出来上がってペンネと一緒に食べようと思ってたんですが、ペンネを熱いお湯にね入れたところですね、ペンネに虫がたくさん、米虫のようなですね、小さい虫がたくさん湧いていたことが発覚しまして、お湯に入れた後だったんですけども、それで大変ショックで、これはさすがに食べられないということになって、生存年月日はまだ6ヶ月ぐらいしか経ってなかったんですが、開封してから1ヶ月は経ってたかもしれないんですが、ちゃんと封をしてしまっていたんですけれども、インドはですね、気候が暖かいせいなのか、虫たちもたくましいのか、うっかりするとよくお米やパスタや小麦粉などに虫が湧くことが多いですね。それでペンネがダメになってダメということで、じゃあスパゲティを茹でるかと思ったんですが、スパゲティが1人前しかなくて、私と相方2人分2人前を作らなければいけないので、さてどうしようと思った時の苦肉の策で、こちらのですね、このヌードル乾麺があったんですね。それでじゃあこれを使ってみるしかないかということで、これを茹でてみました。この麺はですね、先ほども言ったミレット、雑穀が使われている麺なんです。マルチミレットヌードルズって書いてあるんですけどね、いろいろな数種類の雑穀、冷えや泡などが混ぜられているようです。これも茹でて混ぜてみました。結果そんなに悪くないことが判明したので、怪我の巧妙というか、これからちょっとあまりグルテン、小麦粉をあまり取りすぎは嫌だなと思う時には、これも小麦粉も入っていますが、雑穀もかなり混ざってますので、スパゲティの代用としてもありかなというのが分かりました。それとサラダですね。サラダはちょっと盛り付けがね美しくないですね。失礼しますね。ビーツの千切りですね。きゅうりとオリーブとゆで卵のサラダを食べました。これはおやつです。インドはですね、特にここの私のいる地域は小さい町ですし、日本のようにですね、コンビニやスーパーやデパ地下などで美味しいスイーツがもうすぐ手に入るというのがないんですね。クッキーなどは売ってますけれども、なかなかね限りがありますし、美味しいというものにはあまり出会うことも少なくて、なのでおやつは手作りすることが多いです。添加物などを取ることが減って、健康的だと言えますけど、それでこれはですね、ある日熟したバナナが大量にあったので、バナナ消費で、キャラメルバナナケーキ、キャラメルバナナケーキと2回バナナを繰り返していますが、これは、まずですね、バナナをバターとお砂糖でフライパンで焼いてカラメリゼしたものをケーキの型にまず敷いてですね、そしてその上に潰したバナナを混ぜた、パウンドケーキの生地を流して焼いたものです。それに
アイスクリームを添えて、先ほどね、インドは乳製品が豊富と言いましたが、生クリームの文化っていうのは、あまりないので、美味しい生クリームが手に入らないんですよね。で、生クリームとして売られているものもあるんですが、クリームはカレーなどにね入れたり料理に使うことを目的で売られていることが多くて、あまりホイップするというのはね、バタークリームのケーキなどはよくあるんですが、生クリームのケーキというのは気候もありますしね、あまりないのでホイップクリームがあまり作れないんですね。それでこういうケーキに、時は生クリームじゃなくてアイスクリームを添えることが多いです。だから日本のね生クリームの美味しい生クリームのショートケーキとか食べたいなと思う時がよくあります。さて、あとは夕食ですね。夕食はここのところ軽めに済ますことが多いです。本当を言えば1日2食とかの生活にしたいなという気持ちはあるのですが、なかなか夕食時にお腹が空いてしまったり口寂しくなったりすることが多いので、まだ2食生活というのは実現してないのですが、夕食は軽めに済ますことにしています。これはある日の夕食で、先ほどのドーサですね、パンケーキのようなドーサ、にこのドーサの生地がですね、発酵していると申しましたけれども、この発酵が時々進んで酸味が強くなる時があるんですね。でその時はですねこちらのように玉ねぎをカットして混ぜたり、これは玉ねぎだけじゃなくてメティという、これも葉っぱ類の一種なんですけども、とても体にいいと言われる、ちょっとモロヘイヤみたいな、モロヘイヤと、日本で言ったら何かな、小松菜みたいな、感じの葉っぱのものがメティというのがあるんですが、これがドライになって乾燥されたものが売ってるんですね。でそれを混ぜて、焼いたものですね。そうするとその酸味が抑えられて、かつアレンジも効いて体にいいということで、これがある日のドーサの食べ方、アレンジの食べ方ですね。そして一緒に食べているのはこのドーサをですね、私はお醤油をつけて食べたりもするんですけれども、この日はこの緑のペーストですね。これはよくドーサと一緒に食べられるチャツネという、ディップみたいなもので、これは、この緑の時はですね、コリアンダーやミントの葉っぱを、ちょっと軽く炒めてお豆、とココナッツフレークを混ぜてミキサーでガッとしまして味付けして、そうやって作ったペーストですね。これはコリアンダーチャツネとかミントチャツネと呼ばれるものですね。これはなかなか難しそうに見えますが、作ると材料さえ手に入れば作るのは簡単で、そしてこのディップソースはアレンジが結構効くので、例えばナチョス、クラッカーに、ディップしたり野菜にディップしたりとかしてサンドイッチなどに塗っても美味しいのでなかなか活用できるソースですね。これをつけて食べたりします。あとは、スープとトーストだったり、お酒を飲むときはお酒のおつまみにサラダや、サモサなどを食べて、それで夕ご飯を済ましたりすることも多いです。はい、こんな感じで今日はいつ私がどんなものをいつも食べているかというものをお見せいたしました。
このナレーションが慣れていなかったので、お聞き苦しいところがあったら、ごめんなさい。またね、字幕に戻ったり、時々ナレーションにしたりという感じになると思いますが、楽しんでいただけたら嬉しいです。これからも、いろいろインドの生活のこと、食べ物のこととか、アーユルベディックのこととか、いろいろご紹介していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。面白かった、参考になったなどと思われましたら、登録やいいねを押していただけたらとても嬉しいです。ではご視聴ありがとうございました。